打撃じゃなくてもう掴むようにするんですよ。この距離で掴んで手がかかれば、はい、もうかかっちゃえここからば下にも崩せるし、そっか腹から力出せばこうでもこうでも。これ喧嘩強いですよねこれ喧嘩強いですよね。で吐きながらここを緩めない、突き上げる力を緩めない。この時にすごい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 、ゆっくり下に下ろしていきます。そうそうその感じその感じ。なんでなんですか？なんでこのクッとなるとクッてなるなんでなんですかこれ？テンセグリティ構造っていう言葉があって、人の体っていろんな張力の釣り合いで立ち上がっていることができるんですよね。人がまっすぐ立っていることも、背骨がただ並んでるだけじゃなくて、その背骨を保つための引っ張りがいろんなところにあるんです。ざっくり言うと今やろうとしてるのはツンっていうのは全部の引っ張りがバランス取ったまま張力をテント立てるとしたら、せーのでどっかがめっちゃ強くても立たないじゃないですか。重力に対してピシッと強く抗うための必要な張力をバランスよく示さすスイッチが、これみたいなもんなんですよ。なんか新しいですね。張力引っ張る方。そうですね。なので原動力は単純に筋肉とか腱が引く力なんですよね。言われなかったらあれですよね。じゃあそのモデルさんとかの姿勢のレッスンとかでもありそうな引っ張られるようにしてって言われても、多分さっきのシューテスさんにサポートしてもらわなければなんか違う感じがします。ただグッてやるだけじゃなくて、シュウテさんが置いてくれてアドバイスくれながらだからできたけども、これマスターするにはあれですね、まだまだ時間かかりそうですね。誰でどれぐらいあれなんですか？2、3年やるとなんとなく分かってきてる人もいればっていう感じです。やっぱそうなりますよね。なんか1週間2週間で教えてもらってさあできたんじゃないですもんね。それはねないんですよね。結局そのツンの動きも徹底的にやらないといけないのと、その場所とかもすごい大事だったりするんですよね。癖になりますよね。なんかさっきツンってやられてから何も言われなくてもずっとなんかツンでいるように僕なんか悔しいからやっちゃってますもん。なんかでもそしたらねすごいそれだけでも安定はしてるすごい。なんか全然あれですね、なんか新しい感覚です。筋肉とか骨とかっていうのは僕も大事にしてるとはいえ、その引っ張るっていうのはなかったですね。結構その気になるのが大腰筋なんですけど、大腰筋の動きって本当に調べ尽くしても分かってないことだけだったりとか、僕はその大腰筋が筋肉痛になるようになってからあれこの筋肉なんだって大腰筋に着目しだしたんですけど、動いてるっていう感覚が出てきても調べても世の中の解説書とか医学書見ても大体違ってったんですよ。だからよっぽど分かんない分野というか。じゃあ筋肉で言えば大腰筋なんですか？そうです。いろんな筋肉がさっき言ったように張力で張力を保ってバランスよく働くのに大事なんですけど、その中で全然動いてくれてないのが大腰筋なんですよ。だからそいつがちゃんと働くとバランスがやっと取れるというか、勝手に働いてくれる筋肉なんで、自分の体に負担ない姿勢を保つだけだったらいいんですけど。テントのあれじゃないですけど、そうです。どっかずれてもあれだけども大腰筋。そうです。テンセグリティの話で言うと、テントを建てるっていうことで大体終わるんですよね。テントがきれいに立つためにはっていうそういう話なんですけど、自分たちがやりたいのはそのテントを台風が来ても壊れないような強度にしたいとか、強度を足していきたいですよね、テンセグリティに。そこで初めて大腰筋に執着をしていく必要性が出てくるんですよ。ただ自然な状態を保ったまま不自然にしていくんですよね。異常に強めていくというか、そうすると不自然なトレーニングというが必要になってくると。リラックスもとても大切。もうその先を大事にしている感じですね。ひゃーひゃーなんか
最後組んで力を出す練習っていうのをちょっとやりたいです、この姿勢ができると、矛盾するようですけど伸びて重くなるんですよ体が、伸びたらこうふわっと上がりそうですけど、重みが出てくる、こういう練習やるんです。組んでですね、首投げでも何でもいいんですけど、こう抱えて、投げの前までですけど、両方の練習なんですけど、投げる方も投げる方で姿勢ができると力が、もちろん出ます。で投げられる方もですね全然変わらなくなるんですよ。ちょっと違いをやってみましょうか。ぐっとこういう感じですか。柔道着があればこう背負い投げになるけど、ないから首投げ。幅が半端ないですね。いい人ぐっと勢いよくやる。グン。あ、そうそうそう。トレーニングだと。でまた下ろして。そうそうそう。で姿勢をまあ作ります。でまたやってみて。ね、硬いですね。硬いですね。硬いですね。硬い。へえ、あ、こういう練習するんですよ。そうです。だから相手はしっかり耐えてもらって、まあこう踏ん張っててもらいます。で、ひょいと。そっか、あれですよね。なんか、そっか、今両方の練習ですもんね。だから。そっか。いやー、悔しいですね。ちょっともう一回僕投げてもらってもいいですか。投げる感じで。要は姿勢がちょっと入ってないと、ここで、そうそうこうなるんですよ。で同じぐらいしっかり耐えていただいて、僕がしっかり姿勢が入ると子供みたいにちょっと恥ずかしいぐらい足が上がっちゃいましたけど、これはすごいですね。ちょっとこうマスっぽいのを終鉄やる時も、終鉄の考え方としては、例えばもうこの距離になったら、打撃じゃなくてもう掴むようにするんですよ。この距離でもうそうです。なるべく、もう掴めるんであれば、掴んで例えばこれも一つですけど、この状態ですね。こう手がかかれば、もうかかっちゃえば下にも崩せるし、そっか、腹から力出せばこうでもこうでももうこの人だと掴んじゃうっていう感じでやります。これ喧嘩強いですよね。これ喧嘩に格闘技とかに使うにはもってこいですよね。この距離でこう実践的にはこうぐちゃぐちゃってなる想定を結構してるので、こう距離取ってパパパパっていうよりもぐちゃぐちゃぐちゃってなった時に、こう頭突きの威力とか、組潰すとか、っていうのをすごく想定して鍛錬するという。なんか危ない場面になったらどうするのっていう護身術とかをよく見ると、そもそもそういう場面になったら男でもちょっと無理だよと。例えばじゃあ痴漢にあったからすぐドンドンと、あんなのだって多分できないと思うんですよね。試合とかだったらやれますけど、その時になったら何そんなのドンドンなんて絶対できないですよね。でもこれはこの投げはありですよね。なんか、あれ全然女性とか全然鍛錬すればやれますよね。自分が例えば70キロで120キロの人に絡むっていうことはないじゃないですか。それはなんでかっていうと、圧倒的にパワーが違うからやめとこうになるじゃないですか。僕が有効だと思うのは、そこで変なテクニックっていうのは使えないので、ギャーやめてくれのドンさえあれば、少し身を守れる可能性もあるじゃないですか。ボクシングはやっぱり例えば女性が入ってきても、じゃあ強くなりたいって言われたら、まあ本当にボクサーになるような道しかないけども、これだと、例えばいろんな格闘技やりたいって言っても通じるし基本になるし強くなりますよね。気持ちもそうなんですよね。なんか余裕が出るっていうか、俺パワーアップしたなっていうだけでね。そうですよね。いやこれは強くなりますね。いや強くなりますねこれ。いやなんか僕何度も言いますけど、癖になる。ああよかった。癖になりますね。なんかちょっとこうくせ者感の教え方を教えてもらった感じがありますよね。ちょっとランク違いの教え方をしてもらった。なんかそういう使い方するんだっていう感じですね。でもその考え方はでもなかったっすよね。
単純になんかその例えばじゃあ骨盤が立ってるだとか、なんかその腹横筋が締まってるだとか、でなんか骨盤底筋が力入ってるだとかっていうのの斜め上から違うよもっと上あるよっていうマジックでもないし、でもちょっとこのなんですかね、私でもできるんだ、こういう使い方があったかっていう引っ張るのはなんかずるいなっていう感じですよね。いやこれはよかった。羨ましいです。これ習ってる人たちは羨ましい。よかった。羨ましいですよ。でもありがとうございます。僕みたいな多分タイプにはめちゃくちゃハマるし、こんなマニアックなあれですけど、お付き合いいただいて、いやいやありがとうございます。ありがとうございます。入江さんのチャンネルではちょっと僕ボクシングトップファイターに教わってみたいなと思いますんで、続きそちらのチャンネルの方を見ていただきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。